こんにちは、トバログです。今回はね、久しぶりに、トバログのカバンの中身と、あと最近のね、モバイル作業環境について紹介していこうと思います。結構ね、こういう動画撮るの自分でも割と好きで、取材するのも好きだけど、自分の中身もね、紹介するの好きなんですよね。モバイルの作業環境、普通はね、ノートパソコンとか、iPad をね、持ち運んで外用に使うっていうパターンが多いと思うんですけど、今回はね、できるだけ最小限ながら最大限の効率が出せるっていうねちょっと自分で言ったら変な感じなんですけど、そういうね作業環境を求めて構築している感じですね。個人的にはね、現時点でノマドの最強環境だとは思ってるんですけど、多分多くの人がこう思うと思うんですよ。MacBook でよくねって思うと思うんですけど、今回はねその言葉ぜひ禁句にしていただいて、ちょっとね動画楽しんでもらえれば嬉しいです。はい、というわけで早速いってみましょう。はい、というわけでこれがね、ここ最近のトバログのカバンの中身ですね。基本的にね、作業する日もしない日も、こういう感じでいろいろなものを持ち歩いています。普通の人からするとかなりね、ガジェットだらけなのかなっていう気はするんですけど、できるだけコンパクトめにね、抑えてる感じですね。パソコンだったり、キーボードだったり、ディスプレイだったり、そういうものをまとめてこのハーフデイパックにね、持ち運べるサイズ感に今は抑えている感じです。ぶっちゃけノートパソコン持ち運べばよくねっていう感じではあるんですけど、ちょっとねいろいろ方向性とかをね模索しながら、できるだけねコンパクトな作業環境に落とし込みたいという感じで今はこうなっているところですね。でこれらを使ってどういう風にね作業環境を構築しているのかっていうのをちょっとね紹介しようと思います。まずはねこちらですね。前にも動画で紹介していて、トバログでもね結構伸びた動画の一つではあるんですが、 GPD Win4 という、超コンパクトなゲーム機みたいな Windows PC をメインで今は使っています。これめちゃくちゃいいんですよね。詳しくはねレビュー動画見てほしいんですけど、こんな感じでスライドするとここにねキーボードが出てきて、見た目は PSP みたいな感じだけど、本当に Windows 11を搭載した結構がっつりめなね PC として使える感じです。しかもこれ結構スペックもね強くて、 M2MacBook Air と同じぐらいの性能を誇ってるんですよね。もう 3D ゲームとかはもちろんなんですが、本当に動画編集とかちょっとした作業だけじゃなくて、割とメインでも使えるぐらいのパワーを搭載しているっていう、そこのねアンバランスな感じが結構気に入っています。ちょっとねこれ今起動してるんですけど、こんな風に普通に中身 Windows なんですよね。ここのねジョイスティックをカーソル移動に設定していて、でここでねスクロールするような感じにすれば、見た目ゲーム機なんだけど本当にねサクサクと普通の PC みたいに操作できるっていう、これが割と気に入っています。本当に手に持ってこのサイズでね Windows を搭載してるっていう、ここがやっぱいいですよね。こんな感じでメールを見たりノーションを見たりとか、そういうのがね全然もうこのカーソルだけでサクサク動かせるんですよね。これ見た目ゲーム機っぽいけど、慣れるとね結構サクサク快適に動かせるので、その点がねやっぱり気に入ってるところですね。でここにこういう風にね SIM カードが刺さるので、本当に Wi-Fi とかに接続せずに、もう地下鉄でねちょっと使いたいってなったらさっと取り出して、このまま、LTE 通信を使って普通にね作業というか、メッセージ返したりとか、そういうのができちゃうんですよね。でこれ実際に使ってみていいのが、電車の中って結構狭いじゃないですか。なのでノートパソコンやってると微妙に肩が開くから、隣の人に被ったりとかちょっと邪魔になっちゃうのがやっぱり懸念で、電車の中だとあんまりそういう作業できなかったんですよ。なんですけどこれだとね普通にゲーム機な感じなので、このままサクサクとカーソル移動しながら普通に、パソコンと同じような画面でサクサクと作業できるっていうのが、これが最強ですね。これはちょっとありがたい。ちなみに余談なんですけど、この中にはね楽天モバイルの SIM を入れているので、基本的にデータ容量無制限で、かつ通信もねそこそこ安定して早いっていう感じですね。都内の地下鉄とか、あとカフェとかで使う分には、楽天モバイル全く問題ないので、今はこれを接続してこのままね使っているっていう感じです。これのね難点としてはやっぱりディスプレイサイズが小さいっていうところと、あとキーボードめちゃくちゃ打ちにくい。これねちょっとポチポチ押せるけど凹凸がないからねなかなか押しづらいっていう2点があって、ちょっとしたフォルダの移動とかそういうね作業的なのは問題ないんですが、メッセージ長文を返したりとか、あと本当に大きい画面で写真の編集がしたいとか、そういうのにはちょっと向いてないんですね。なのでそれを補うための今回のカバンの中身です。これにこういうねコンパクトなキーボードを持ち歩いて、これをね使っているっていうスタイルです。前にも動画でもしかしたら紹介したかもしれないんですけど、iClever ってい
いうメーカーの、三つ折り型のねキーボードですね。英字配列で、しかもトラックパッドがここに、ちょっとねおまけ程度なんですけどついているっていう点で、これが割と使いやすくて地味にね今は持ち歩いて使っています。これ打鍵感とかトラックパッドの操作性は本当に必要最低限っていう感じなんですけど、こういう時にね結構持ち歩くとすごい便利なので、これ一つね持っておくと結構ね重宝します。配列はこんな感じで Windows はもちろん Mac でも、iOS でも使えるっていう感じですね。打鍵感はねちょっと安っぽいキーボードというかゴム質な感じなんですけど、ちょっとね外出先でメールを返信したりとか、機動性というか軽さを重視したいっていう時にはねかなりいい感じかなと思います。これね使いたい時はこんな感じでパッと開くと自動的にねスリープからオンになって、このままね自動的に接続して、こうやってね普段ブラウジングをしたりとか、ちょっとしたメール返信とかは全然これでしちゃう感じですね。これ結構ね購入したの昔なんですけど、このサイズ感とこのコンパクトさなので、こうやってねサイズ感的にはこう持ち運んでも全然なんか邪魔にならない感じが気に入ってるんですよね。で、長文のねブログを書く時とかテキストベースの作業をする時だと若干これでもね厳しい時があるので、そういう時はやっぱりねこれそういう時はこの HHKB とトラックボールをねそのまま持ってきちゃいますね。でもここまでするならノート PC 持ってこいよっていう話なんですけど、普段ね自宅で使っている環境と全く同じこの違和感なくねこうサクサクと入力ができる、そしてカーソル移動もできるっていう、このねなんていうか体にかかるストレスというか、なんか集中力が途切れない感が結構気持ちいいんですよね。で、このハーフデイパックだとこっち側にねちゃんとこう HHKB がぴったり入るサイズで、作っているので、このままこっちにキーボードとトラックボールをね入れた状態でこれも入れて持ち歩くっていうのがすごいしやすいんですね。ちょっとね重さが気になったりはするんで、毎回ね必ず持ち歩くっていうわけではないんですけど、外出先で長文を入力する時とかは割とこの組み合わせ持ち運んでいることが多いです。車で出かける時とかね、今までいろいろねノマド環境でノート PC 運んだりタブレット運んだりとかしてきてるんですけど、一番ね作業効率的なところで大事なのって実はこの PC 本体のスペックっていうよりかは、どっちかっていうとこのねキーボードとかトラックボールいつも使い慣れたものを使ってるかどうかだったりするんですよね。なんかこの辺不思議なんですけど、キーボードとポインティングデバイスさえね同じのを使っていると、どの PC に接続してもいつもと同じような雰囲気で作業ができるので、そういうところがすごい大事になってくる場面だと本当にこれを持ち歩いています。で、それ以外の作業効率とかそんな大事じゃない、なんかメールが来たら返信しなきゃいけない時とか、ちょっと外出先でなんかタスク書き出すとか、そういうちょっとした時にはやっぱりこの組み合わせで必要十分かなと思っています。そういう使い分けをしている感じですかね。普段ねこういう感じで作業してるんですけど、これ6インチのフル HD なのでめちゃくちゃ小さいんですよね。なので例えばこうやって作業しててもこの画面めっちゃ見づらいんですよ。で、そういう時に何を使うかっていうとですね、こちらの AR グラスですね。結構トバログで割と最近もねいろいろ取り上げたりしているんですけど、 AR グラスをこれディスプレイ代わりにすることで結構びっくりするぐらい快適にね作業ができるんです。これはねなかなか試す機会ないと思うんですけど、ぜひ試してほしいですね。ちなみに僕が今ラフな感じで持ち歩いて使っているのがこのエンリアルエアっていう AR グラスですね。 79g で本当に見た目普通のサングラスみたいな感じなんですけど、ここにねディスプレイが有機 EL のフル HD のディスプレイが搭載されていて、これをねこうやってかけるだけで目の前に結構大きめのディスプレイが使えるっていう感じになるアイテムです。基本的にはねこの中にバッテリーが内蔵されてるわけではないので、有線接続をしてこのままPC と接続をすると、これね外部ディスプレイとして今認証されました。ここにこれね動画撮るとき毎回めちゃくちゃ大変なんですけど、こんな感じでこっちから見た方がいいのかな、こういう風にね今ミラーリングされていて、こう目の前にねディスプレイが投影されてるって感じです。ちょっと AR グラスを電車の中とかカフェでするのってすごい躊躇するんですけど、意外と周りを見回してみると観光客とか本当に普通にサングラスかけてるし、結構ねサングラスかけてる人ちらほらいるんですよね。なのでその人たちと同じような感じの見た目なので、ケーブルは入ってるんですけどそんなにね違和感なく、なんか周りから注目されることもなく使えている気がします。意外とこれ盲点
例えばねちょっと VR ゴーグルと比較してみると分かりやすいと思うんですけど、これで電車とかカフェとかにいたらちょっと躊躇するけど、サングラスだったらっていうのがある気がします。これだったらそんなに問題なく見えるけど、でも普通にこのぐらいのね、27インチぐらいのフル HD モニター、めちゃくちゃ発色がいいやつが目の前にある感じで、これで作業できるんですよね。でもうこれ自体は本当にこっから電源を供給してるから、これで完結してるんですよ。すごくないですか？この大きめのディスプレイを持ち運ぶ感じで、このね合計 600g ぐらいのサイズでこれ作業環境がね完結してるっていうのが本当に強い気がする。これとか、ここまでねするならノート PC で良くないっていう声がちらほらと聞こえてくるんですけど、それはね今回の動画では禁句です。はい、いやこれいいんだよな。しかも LTE モジュール入ってるから、そのままね何にも考えずにこのまま通信ができるっていう、その点も嬉しいですよね。ちなみになんですけど、ちょっと前に紹介したビチュア1っていうこのね AR グラスでも基本的にほぼほぼ同じことができます。ただねエンリアルエアの場合は今 Nebula for Windows っていうベータ版なんですけど、ソフトも出していて、それでね3画面対応でこうね3画面映し出したりとか画面固定したりっていうのができるので、ソフトウェア的に今はこっちを使ってますね。その辺のね機能性の違いってどんどんねなくなってくんだろうなっていう気はするんですけど、現状はエンリアルエアを使っています。そういう文脈で言うと VR どうなのっていう話なんですけど、 VR はね、かなり快適に作業できる一方で、バッテリー持ち、2時間ぐらいしか持たなかったり、あとサイズとね重さが結構かさばる感じなので、どっちかっていうと据え置き型として使うイメージですね。外出先でちょっと電車の中で使いたいとか、そういう用途だとこういう AR グラスが使いやすいかなと思ってます。はい、今の僕の快適だけどちょっと変態的な最軽量作業環境はこんな感じですね。でこういう風にグラスをかけて、このねキーボードでこうやって作業したりしています。でこの作業環境ね、これだけでもすごいいいんですけど、 GPD Win4 である理由としてはやっぱりこのカバンに収まるっていうところなんですよ。この画面を一番暗くして、こうした状態でこのねカバンの中に入れておくんですよね。こうやってこのカバンの中にこんな感じでさっと入れておいて、よいしょよいしょ。でこうした状態で、例えばこの机のこういうところとかに引っ掛けておくと、コンピューター本体はこのカバンの中にちょっとね注意が必要なんですけど、こうやって引っ掛けておいて、ディスプレイ自体はこのねグラスでこれ完結しているので、テーブルの上にはこのキーボードだけがある状態で済むんですよね。これすごくないですか？デスクツアーというか、俯瞰した時に本当にこれだけがねデスク上にある状態なんですよね。実際の僕のデスク上にはねたくさんキーボードとか、スピーカーとか物がたくさん置いてあるんですけど、本当にねリビングで作業する時とか、食卓の上にこれだけ置いて、これでねカチャカチャと結構快適に作業できるし、狭い丸いスタバのテーブルあるじゃないですか。本当にコップと 2,3 個しか置けないようなもの、そういう時でもパソコンがねこうやって快適に作業できるっていうのはやっぱり夢がありますよね。今後ね数年をかけてノートパソコンみたいな大画面からこういうね AR グラス的なデバイスとかにね、置き換わっていくのかななんて夢を見ながら、今はこうして作業をしている感じです。いやこれ結構見た目のインパクトもそうなんですけど、割と快適に使えるので結構おすすめしたいです。現状の問題としては、これ PC をこの中に入れておくと、長時間ね入れておくと結構ねこれファンが回ってるんで熱くなるっていう問題もあるんですけど、こうやって置き場所を逃がせるっていうのは結構嬉しいですね。そのうちワイヤレスとかになってくれそうですよね。でもう一つね離れ技的な感じで結構便利に使ってるのが Parsec っていうリモートデスクトップアプリで、これをね使うとこの GPD Win4 から自宅にあるデスクトップにこうリモートで接続できるんですよ。これ結構意外と使ってて、この画面だとねすごい小さくて見づらいんですが、これをね挿してエンリアル上で見ることで、割と本当にデスクトップ PC で作業してるのと遜色ないような感じで作業ができるんですね。自宅 PC にしかないファイルをいじったりとか、あと写真とか動画の編集とか、動画の編集は若干ねリアルタイム性がちょっと難しかったりするんですが、そういうね作業とか、チェックをしたりプレビューしたりができるので、この使い方も結構気に入っています。こんな感じで今ね自宅にある PC を操作しながら、これはあれですね、ライトルームのページをこうやって見つつ、このままじゃあ自宅にあるこういうの編集してみようとか、そういうのがこうね快適にできますね。意外とこれ強いんだよな。これ
なんかね、使いどころは本当に人それぞれだと思うんですけど、自宅でね、デスクトップ PC を使ってて持ち運び用になんかラップトップとかそういうの持ち運びたいっていう人にとっては割とこのなんか使い方の選択肢ありかなと思ってます。結構いい感じ。リモートデスクトップアプリの難点としてはやっぱりね、データ通信が常に発生しているので、普通のね、テザリングとかだとちょっと心配っていうのと、あとそこそこね速い Wi-Fi が必要なので、カフェのね公共 Wi-Fi だとちょっとねカクつくみたいな難点があって、あんまりね使いこなせてなかったんですけど、今回 GPD-Win4 のこの LTE モジュールにはさっきも紹介した楽天モバイルが刺さっているので、その辺のねめんどくささ、なんか容量制限とか速度遅すぎる問題とかからは割と解消されてる気がします。地下鉄とかでね使っていても結構普通にサクサクつながってる感じがするので、そういうねサービスの進化というか、いろいろねハマりどころがちゃんとハマってくれたなっていうところで、このね使い方ができている感じですね。この辺はね別にスマホのねパーセックアプリ使っても iPad でもねそんなに変わらないところではあると思うんですけど、 GPD-Win4 もそこそこ強いスペックっていうところと、このサイズ感っていうところで今はねこれを使っている感じです。Windows なんですけど Ryzen 7のモバイル版だからなのか、結構ねスリープしてても熱くならないし、熱暴走も発生しないので結構ねスリープ運用で使ってます。でそれを僕の場合はこれらをこのハーフデイパックの iPad をね入れる場所にさっと収納して、でキーボードはねこっちの手前のポケットに入れて、でエンリアルエアーとかはね本当にこうやってぐるぐる巻きにして、雑な感じでここに入れて使ったりしています。今回はねちょっと趣旨がずれちゃうんで紹介してないんですけど、こういうモバイルコンパクト型のエコバッグとか、あとこういう不意に雨が来ても大丈夫な時用にモンベルの折りたたみ傘とかもこの中に入れて、でさらにね普段は首掛けでこういうヘッドホンを使ってこれで音楽を聴いたり、こことね接続してなんかいろいろしたりっていうのもできるので、こういう感じで持ち歩くことが多いですね。はい、こんな感じです。いや、今回はね結構早口でいろいろ喋っちゃったんですけど、めちゃくちゃね楽しく動画が撮れました。いや、これ誰のためになるんだっていう感じではあるんですけど、僕が楽しかったから OK です。はい、というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。トバログの動画気に入っていただけた方はぜひいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。